こんにちは、ザワトレスです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。本日紹介するフィギュアはこちら。2004年の12月発売ですね。メーカーはバンダイ。商品名が SIC ボリューム26仮面ライダー ZO& ドラスでございます。当時の定価は5800円プラス消費税でございました。今回も箱からのレビューではなくて申し訳ございません。商品パッケージはこのようになっておりました。新品の状態ですと2体とも触覚が分離していますが、もうすでにねこの触覚つけてありますね。そしてドラスにはこちらの尻尾もねすでに取り付けてあります。それでは早速マニュアルを見ていきましょう。はい、こちらね ZO& ドラスのマニュアルでございます。 A4 ぐらいの大きさですね。触覚の付け方が載ってますね。もう付けてありますけどね。そして ZO はクラッシャーをね差し替えによって開いたクラッシャーに取り替えることができますね。こちらがそのパーツでございますね。後で拡大したいと思います。そして手首のパーツを取り替えることができますよっていうのと、ここはドラスの説明ですね。ドラスの触覚はこのようにつけてねというものと、尻尾長いものと短いものがありますよと。今長いものがついてますね。短い尻尾こちらでございます。これもね後で拡大して見ていきましょう。で手首のパーツも取り替えることができますよということですね。そしてドラスはね胸を開いてドラス本体というものをね入れることができます。さらに右手はね再生強化ハンドというものに交換することができるというものですね。はい、裏は何も書いてないですね。以上 ZO& ドラスのマニュアルでございました。それではね付属パーツを見ていきましょう。カメラの角度を変えますね。はい、改めまして付属パーツの紹介でございます。まずはね ZO からいきましょう。 ZO のこの触覚ですね。こちらがまず付属パーツでございました。もうすでに装着してありますね。珍しくねクリアパーツなんですよ。それいいですよね。そして手首のパーツがねこちら今握り拳の状態ですよね。これがですね開いている状態のものが両手分ついておりました。そしてこちらはねクラッシャーの開いた状態を再現しているものですね。拡大するとこんな感じなんですけど、あんまりよくわかんないですね。でもねこういうのがついてるだけでも嬉しいですよ。続きましてドラスの付属パーツでございます。はい、ドラスの触覚ですね。今ついてますけど、もともとはこうやってね離れてたんですよ。それをくっつけてあります。そしてこちらドラス本体と呼ばれるものですね。2つついてるんですが、片方はダイキャスト製になっております。こっちね金属でできてるんで重たいです。ドラスの手もね最初は握り拳のタイプのものがついております。そしてこちら手が開いている状態のものですね。こちらも両手分ありますね。はい、こちらですね右手のみの強化パーツでございます。ドラスって劇中で一度 ZO にやられるんですけど再生するんですよ。その再生した時に右手だけこんな感じの機械みたいになってるんですね。それを再現できるよという右手の強化パーツでございますね。めっちゃ細かく作られてますよね。これすごいよな。綺麗。はい、そしてこちら短い方の尻尾ですね。こちらは長い方の尻尾でございます。僕はこっちつけた方がかっこいいなと思ってるんでいつもこっちをつけております。以上ですね付属パーツの紹介でございました。 ZO の付属パーツめっちゃ少ないね。それではねフィギュアを拡大して見ていきましょう。まずは ZO からね。仮面ライダー ZO は1993年に映画館で放送された作品です。ちなみに1993年は和暦で言うと平成5年です。なので平成ライダーというのが本当は正しいんでしょうが、平成ライダーは2000年放送の仮面ライダークーガからカウントされていますので、このライダーは一般的には昭和ライダーとしてカウントされております。仮面ライダー初の劇場版オリジナル作品でテレビシリーズがありませんでした。なので1話だけで終了ですが、劇場版とかで仮面ライダーが全員集合するときには他のライダーたちにちゃっかり混ざって存在感をアピールしております。ZO という名前の由来は1993年当時が仮面ライダー誕生20周年ということで、20という文字が ZO にも見えるというところから ZO となったらしいです。全く意味がわかりません。ストーリーを簡単に説明すると、ある博士が変な生物を作ってしまい、その生物が勝手に成長してやりたい放題して人に迷惑をかけて危険なので、そいつに対抗できる改造人間仮面ライダー ZO を作ってやっつけるというお話でした。主人公の麻生勝役を演じた俳優さんは土門浩さんですね。ZO はね特に武器もないのでやることがないですね。それではね可動範囲を調べていきたいと思います。はい、まずは首ですね。首はどうなってるの？回るのかな。回りますね。綺麗に回りますね。次、上下か。前後の可動はこんなもんですね。いい感じですね。はい、次はね肩ですね。ここまでしか開かないですね。一応肩回るんだけどな。肘ねまあまあ曲がりますね。90度以上内側に行きますよ。二の腕の軸は回らないですね。
一体成形になってるな。手首もこのように稼働します。両手一緒ですね。お腹まあまあね、いい感じですね。この腰をこうやってねじることができるのと、で胴体も少し稼働しますね。足はねこんな感じですね。この程度の開きですね。膝はどこまで曲がるのかな。一応二重関節になってるね。膝も90度くらいまでしか曲がらないな。こっから奥は曲がらん。曲がらないね。で足首が動いて、つま先は稼働しないですね。これどの辺がダイキャスト製だ。ここ膝ぐらいですね。これダイキャストになってるの。他にもあるのかな。膝と肘にねダイキャストが使われてますね。これだけか。少な。超合金の部分はそこだけですね。ライダーキック一応ねやってみよう。うわー、はい無理。もうこれ以上膝が曲がらないんでね、はい無理って感じですね。この状態で説得力なさすぎでしょダメでした。はい、続きましてね、クラッシャーの差し替えパーツと交換してみたいと思います。はい、こちらがねクラッシャーが開いた状態を再現したパーツでございます。なんか V3 とか1号2号たちのように差し替えじゃなくて稼働するタイプがいいんですけどね、これはさすがに無理なんですかね。 ZO もねモチーフはバッタらしいんですけど、なんか口の形状見てるとバッタと言われればバッタですけど、カミキリムシっぽくも見えますね。はい、今回もね ZO は他のフィギュアも用意しました。こちらでございます。こちらはですね2009年に発売された HDM 壮絶仮面ライダー ZO のフィギュアでございます。このフィギュアに比べたらね色がだいぶ濃いですね。SIC ねもう少し頑張ってほしかったですね。通常の仮面ライダーとえらい違いだってはならないな。今回の SIC はねあんまり変わってないなっていうイメージですね。はい、仮面ライダー ZO のフィギュアレビューでございました。続きまして ZO の敵キャラドラスのフィギュアレビューでございます。ある博士が変な生き物を作ったのがネオ生命体というものなんですが、どう変なのかと言いますと、そもそも肉体を持たないわけのわからん生物で、とにかく悪いことばっかり考えてるんですけど、感情に左右されない冷徹なやつでした。その生命体自体は自分で動けないので、動くことができる自分の分身的なものを作ったんですよ。それがドラスです。ドラスはとても強くて肉体も持ちつつ、その肉体も変化させてターミネーター2みたいに液状になって移動してきたりするんですよ。そしてドラゴンボールのセルみたいにコアというものがあって、これを破壊しない限り腕を切り落としても再生してきます。怖いですよ。ZO もねそれが最初分からなくて、なんやこいつってめちゃくちゃ苦戦します。ですがドラスにはね感情があって、そこを突かれて ZO に紙一重で負けちゃうんですね。ドラスはドラスでね切ない生き物だったなと思います。ZO を見たことない人からしたらあまりネタバレしたらね見る気失せると思うんでね、このぐらいにしておきます。てかまあまあ喋っちゃいましたけどね、 ZO の俳優ドモンさんの話ですけど、2022年現在55歳だそうです。他の特撮では1994年放送のブルース・ワットのシグ役ですね。残念ながらね2003年に俳優業を引退なさっているそうです。ドラスは劇中のそのまんまの形してますね。っていうか劇中ですでにめちゃくちゃリアルでしたからね。こちらはね SIC でフィギュア化されてよりリアリティが増してますね。とてもかっこいいアレンジだと思います。はい、このドラスなんですが少しだけですけどクラッシャーが稼働いたします。こんな感じですね。やってみましょう。ちょっとね上に向けて、そして顎をね下に下げるとこんな風にね口が開くんですよ。いいですね。気持ち悪くて最高ですね。そしてね胸が開いてドラス本体を入れることができますね。胸はねこのように開きます。はい、今ね胸が開いた状態ですね。ここにこちらドラス本体を入れてみたいと思います。こんな感じですね。綺麗に収まりました。すごいですね。次はね尻尾も短いものをつけてみたいと思います。はい、尻尾がね短くなりました。可愛いですね。はい、それではねドラスの可動範囲も確認していきましょう。首は回りませんね。ここまで。あと上下もだいぶきつい。こんだけですね。まあこれだけ動けばもういいかな。十分ですね。肩、うわー狭い。パーツが干渉し合って回転もできないですね。腕もここまでですね。肘はねここまで曲がりますね。まあいつもの通りですね。あとはお腹も稼働するね。足もあまり開かないですね。膝もここまでですね。で足首が稼働するとこんな感じでございました。まあ稼働するって言っても気持ち程度っていったところでしょうかね。
ドラスの右手をね、再生強化ハンドに取り替えてみました。まるで金属で作られてるのってぐらいリアルですよね。いやー、これはすごいなー。重量感あふれる塗装って感じもしますしね。ドラスって強かったんだよな。対戦した後ね、赤いドラスにもなりますよね。そのフィギュアもあるんですけども、あれはレビューしようかな。あ、J と一緒にやろうかな。ドラスレッドバージョンとね、J は一緒にレビューするかもしれませんね。背景とかが茶色とか黒とかだったらね、もうちょっと雰囲気出るんでしょうね。それでは本日は2004年の12月発売 SIC ボリューム26仮面ライダー ZO& ドラスのフィギュアレビューでございました。次回の SIC 仮面ライダーのフィギュアレビューはボリューム28仮面ライダーファイズでございます。本日も最後まで動画を見ていただきましてどうもありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。